白鸚新海風の章予約特典ドラマ CD 突撃隣の瓦版。ああ、なるほど。西本願寺はもともと浄土真宗の寺として知られていたが、現在は新選組がその一角を占拠し屯所として利用している。当然坊主の反発は未だ大きい。なるほどにゃ。さーて、これからどういたもんか。できれば新選組の連中に話が聞きたいところやけど。おい、ちょっと待て、そこのお前。こんな夜遅くに屯所の周りで何をうろうろしてやがる。まさかどっかの藩の患者じゃないだろうな。ああ、早速お出ましかい。お前、坂本か。お前自分の立場が分かってんのか？奉行所に追われてる人間が新選組の屯所に来るなんざ切られても仕方ねえぞ。まあまあ、そんな邪気にすなや。今日の俺はただの客じゃ。客にはそれ相応のもてなし方注文があるじゃろ。へえ、もてなし方って言うと、つまりはこういうことかな。お、宗次、お前も来たのか。おい、現れるなり刀を突きつけろらで、下に評判通りやにゃ。特に一番組の組長さんは礼儀がなってないと。あいにく礼儀も習ってない田舎者だからね。今なら見逃してあげるから、怪我しないうちに帰ったら。そういうわけにはいかんがよ。ちゃんとこういうところも調べちょかんとにゃ。ん？ちょっと待て坂本。お前一体さっきから何を書いてんだよ。てめえ、やっぱどこぞの患者だな。何をこそこそ調べてやがる。待ちや。説明しちゃうき。まずは、これ見や。なんだこりゃ。瓦版か？怪奇、鴨川沿いにカッパ現る。何このうさんくさい内容。で、この瓦版がどうかしたの？いや、瓦版の内容は、今はどうでもええ。どうでもいいのかよ。じゃあなんでこれを出した？実はにゃ、俺は瓦版売りの友人に頼まれてちくとあることを調べることになってにゃ。瓦版売りか。口のうまいお前には似合いの仕事じゃねえか。仕事じゃないがよ。俺がそいつらのことをよう知っちゅうち言うたら瓦版にするとか言い出したもんやき、もっぺんこの目で確かめちょこうと思ってな。ひょっとして、それって僕らのこと？まあそういうことじゃ。新選組の話はええ意味でも悪い意味でも噂の的らしいき。本当か？そんなわけねえだろ。どうせ悪口とかそんな内容に違いねえ。なんぜ分かっちゅうじゃいか。僕らのことを書くようだったら今すぐこの場で切るけど。本気で宗次を怒らせるとお前が瓦版の内容になっちまうかもしれねえぜ。指名手配の坂本龍馬殺されるってな。本当になる前にとっとと帰っとけよ。ほら。はあ、本当に映画かお前ら。この機会を逃いで。なんだよその顔は。まだなんかあんのか？さっき俺が言うたろ。おまんら新選組は悪い意味でも町人らの噂になるちゅうと。そりゃそうだろうな。浪士組の頃から随分と派手にやらかしてきたからな。だが最近は悪い噂ばかりじゃないはずだぜ。毎日巡察を続けた甲斐があって不逞な浪士はだいぶ減った。助けた奴に礼を言われることだって増えたしな。確かに新選組の評判は少しは上向いちゅうらしいけど、まだまだ新選組はゴロつき集団じゃちゅう評判は覆ってない。それはまあそうだけど。けんどここで新選組の良さを喧伝する瓦版が出てみんや。少なくとも根も葉もない噂は減るがやないかい。それを俺がやっちゃろう言うがい。なるほど。そう聞くとうまい話に聞こえるな。でもそれで新選組の評判が上がって、あんたに何か得でもあるの？もちろんじゃ。
カーラ版が売れたら、俺の友人も俺も儲かる。で、おまんらは評判が上がって、今日の町人らに好意を持たれる。損する奴らは誰もおらん。みんな幸せになれるがよ。やらん手はないろ。町での評判が良くなれば、この先京での活動がやりやすくなるかもしれねえけどよ。で、肝心の記事はどんな内容？どんなことを書かせるつもりなのさ。そうやにゃ。こういうのはどうぜ。新選組局長列伝。近藤さんが河原版に？ああ、そうじゃ。江戸の片田舎で剣を振るいよった貧乏道場主が、刀一本で身を立てて、武士に上り詰める立志伝じゃ。こんな話が載ったら、世間の目を引くこと間違いなしじゃろ。まあ、悪くはないかな。それって、近藤さんの絵も載るの？おい、宗次。こいつの口車に乗るんじゃねえ。近藤さんの話の他には、どんなことを載せるつもりなんだよ。あとは、そうやにゃ。あんたらの剣術がどれっぱすごいか書くがどうじゃ。これを読んだら、歯向かう奴も恐れをなすろ。おお、神道無念流とか書いてくれるのか？羨ましい話やにゃ。そんなカーラ版が出てしもうたら、その日から、今日ならがおまんを放っちょかんろうぜ。そいつは、悪くねえかもな。おい、新八。何その気になってんだよ。別に、その気になんかなってねえよ。けど、俺たちのことをよく書いてくれるのなら、それはそれでありなんじゃねえかなって。僕としても、試しにやらせるだけやらせてみてもいいけど、もし変な瓦版が出そうなら、売り出す前に捕まえればいいことだし。とはいえ、こういうことは土方さんとか近藤さんに相談しとかねえと。おや？何か騒がしいと思ったら、どうやら立場をわきまえない者が来ていたようですね。あ、三男さん。で、厄介な奴が出てきたかい。厄介とは心外ですね。こんな人前では何もしませんよ。新選組に害をなそうとする者以外には。よう言うわ、一番の危険人物のくせに。三男さん、ちょうどいいところに来てくれた。実は坂本のやつがな。なるほど。事情は理解しました。瓦版に新選組のことを書きたいということですか？ああ、そうじゃ。今言うた通り、あんたらにとっても悪い話じゃないろ。確かに新選組の評判を高めてくれるというのなら、私たちにとっても利点は大きい話です。話が早うて助かる。おいたら。ですが、あなたに好き勝手に書かれるというのは好ましくありません。あなたはただでさえ新選組の秘密の一部を知っています。その情報を瓦版どころか、どこの誰に話すかわかりませんからね。わかった。そこまで信用できんがやったら、こういうがはどうぜ。今回の瓦版は、今ここでおまんらに質問して答えてもろうたこと以外には一切触れん。これやったら、知られたくないことは話さんかったらええだけやろ。俺たちが言ったことをそのまま書くってことか？出来上がった瓦版は、する前に確認させてもらうけど。わかった。好きなだけ確認してくれ。だそうだが、どうする三男さん。いいでしょう。瓦版で新選組の印象が変えていけるのであれば、それも必要ですからね。よし。置いたら、早速質問を始めるで。新選組とはどういう組織か、あんたらの口から聞かいてもらおうか。おう！飯が出て、給料が出て、剣術修行の毎日だぜ。新八、お前はいいから黙ってろ。まあ、新選組は僕たちの大事な居場所だよ。例えるなら、一本の大樹みたいな感じかな。ほう、面白い例えですね。近藤さんっていう大きな幹があって、
僕や他の大使たちがそこから伸びた枝みたいなものかな。わかってると思うけど、ここは近藤さんが大きな存在だってことを言いたいところだから。わかってるよね。ああ、わかったわかった。近藤が一本の木で、こう聞くとまともな取材に見えるな。このまま終わってくれれば文句はないのですが。うん、これでよしと。ほんで、ミキが近藤っち言うがやったら、土方は何になるかぜ。土方さん？実際にタイを取り仕切っちゅう側は、土方ち話やきにゃ。そこのところ、どうながぜ。バカ！宗師にそういう話を！何焦ってるのかな、新八さん。別に僕だって、この程度のことでイラッとなんてしないよ。おう。宗師も大人になったな。土方さんは新選組で言うと、葉っぱみたいな存在だよ。おお、あの土方が葉っぱと。だって土方さんって、すぐもみじみたいに真っ赤になるし。それは掃除が怒らせてるだけだろ。まあ、葉っぱじゃなかったら根っこでもいいけど、地面に埋もれてるくせに、たまに地上に張り出して、人の足を引っ掛けようとするあたりは、土方さんっぽいかな。それに、いつも怒鳴ってる割には、すごく細かいところとか、噂を気にするんだよね。副長のくせに、器が小さいというか。剣の腕はまあまあだけど、こっそりやってるホック？あれは全然ダメだと思うな。うん。才能がないのを誰かが教えてあげないといけないよね。にゃあ、土方ち、嫌われちゅうがかい。いや、まあ、こいつだけが特別仲が悪いんだ。悪いが、聞き流してくれ。新選組の副長と一番組組長の不仲説、ありか。面白そうな話やけんど、これは表沙汰にはできんにゃ。ほいたら次行くかい。瓦版は男ばっかりが読むわけじゃないきにゃ。女にも買うてもらわんといかん。ちゅうわけで、誰がモテるか聞きたいところやにゃ。島原とかよく生きようらしいし。よし、つうことは俺の出番だな。島原の姉ちゃんたちが次々寄ってくる俺の武勇伝をとくと聞いてくれ。長倉くんの武勇伝ですか。私も聞きたいですね。あ、武勇伝と言いますか、これは何と言いますか。私の知っている長倉くんの武勇伝は女性ではなく店にかけた迷惑だと記憶していますよ。昔は散々つけで飲み食いをしていましたよね。後で屯所に回ってきた請求書を見て桁が間違っているのではないかと思ったことがあります。それは俺一人ではなくてですね。ほう、私の記憶違いでしょうか。いえ、記憶違いではないかもです。おまんら、下に島原で迷惑をかけようがやにゃ。かけているのは、主にそこの新八さんだけじゃないかな。で、さっきの話はどう流せ。まあ、島原で一番モテるのは、実は近藤さんだ。意外やにゃ。俺にはそう見えんがやけんど。島原で酌してくれる女ってのは仕事込みだからな。近藤さんは局長だろ。そういう立場の人間は大モテなんだよ。あと、近藤さんは酒が飲めないから酔って迷惑をかけることもないし、大使たちの面倒見もいい。店への払いも配慮もしっかりしてるから、店の評判もいい。あれが大人の対応というものですよ。どこかの誰かはすぐに腹踊りをしてしまいますし、お店への迷惑を気にしてほしいものですね。今日はなんだか耳が痛えな。なるほどにゃ。じゃああれかい。あいつも近藤のこと好きかもいうことかい。ちょっと待ってよ。どうしてそうなるのかな。一番モテる男の話を聞きたいがよ。
なんか間違うちゅうかい。近藤さんは、ほら、結婚してるし、江戸に奥さんがいるんだよ。そうそう。タマって可愛い娘もいるしな。その通りです。ですから、近藤さんがいくら人気があっても、雪村くんが好きになる可能性はありません。おお、そうか。あいつは近藤が嫌いと。そうじゃないでしょ。近藤さんは素晴らしい人格者だから、あの子は近藤さんのことをとても尊敬してる。でも、好きになるとか、そういうのじゃないから。おお、そうなんだぜ。どっちかっていうと、あれだ。慕っているっていうのがいいんじゃねえか？それだ、慕っている。それで間違いない。なんぜおまんら、あの娘の話になったら、随分と食いついてくるやいか。おまんら、まさか、あの娘のこと気にかけちゅうがか。はあ、けんど、それは残念やったにゃ。あいつは俺のことが好きながやろうきにゃ。まあ、なんとなくやけんど。おい、なんぜよ。三男さん、手の調子が悪いみたいで、手が滑っちゃいそうなんですけど、坂本を切ってもいいですか？滑るなら仕方ありませんね。今日は許しましょう。存分に滑らせてください。おい。待ちや。刀抜きなや。三男さん、俺もなんだかこう、体というか、肩がなまっているというか、暴れたい気分なんだよな。私が許可します。存分に槍を振るっていいですよ。なんか、体が熱いっていうか、頭がガンガンするっていうか。三男さん、俺はどうしたらいいんだ？いいでしょう。特別に許可します。今日は好きに脱いで暴れてください。おお！坂本、てめえ、あの子に何をした？内容によっちゃ、生きてここから返さないぜ。待てちや！誤解じゃ、いや、まだ何もしてないき。まだってのはどういうことか聞かせてもらいてえな。本当かどうかは今から正直に話してもらうぜ。こんなにみんなと意見が一致するなんて。珍しいけど、今日は協力するから。さあ皆さん、彼に本当のことを話してもらいましょうか。やれやれ、昨夜は大変でしたね。まさか夜更けまで坂本くんを追い回す羽目になるとは。おかげでこっちまで寝不足なんだけど。まあでも、これで坂本も懲りただろうし、いいんじゃないかな。ええ、そうですね。おお、いた。三男さんに、掃除も一緒か。なら、ちょうどいいぜ。ほら、二人とも見てくれよ。坂本がすり上がった瓦版の見本を届けてくれたぜ。昨日の今日なのに早すぎませんか？ああ、なんか帰ってから一睡もせず取り憑かれたようにずっと記事を書いて仕上げたらしい。届けに来た時はやたら目が血走ってたぜ。どれどれ、内容はと。何これ、どういうこと？新選組の大使を敵に回すと大変な目に遭うですか。昨べのこと、随分と根に持っちまったみてえだな。なんだよ。結局、いいことなんか何も書いてねえじゃねえか。あいつ、何がしたかったんだろう。そうでもないようですよ。これをきっかけに、私たちを敵に回さないようになってくれる人が増えてくれればいいですね。坂本龍馬、小野大輔、沖田総司、森久保祥太郎、長倉新八、坪井智弘、原田佐之助、遊佐浩二、三男圭介、飛田信夫、